先輩ジャパニーズカフェへようこそ、めいこです。どうも、ゴリです。今日はちょっと聞きたいことがあって、あら、珍しい。どうしたの？それが、この前、駅前を自転車で走ってたら、警察の人に止められたんです。止められたの？それは気になるね。はい。それで思ったんです。自転車のルール、私、何も知らないなって。いいところに気がついたね。実はね、今年から自転車のルール大きく変わったの。変わった。そうなんですか。じゃあ今日は自転車のルールと防犯登録丸ごと噛み砕いていこうか。その前に、前回の振り返り、いいですか？もちろん、前回は眠れない夜のたわいない雑談だったね。はい。気が置けないって言葉、覚えました。お、いいね。気を使わなくていい、仲がいいって意味だったね。使ってみましたよ。友達に、君とは気が置けないなって。ちゃんと使えてる。じゃあ今日の話に行こうか。まず聞くけど、自転車よく乗るの？毎日です。買い物も駅までも全部自転車です。だよね。日本に住んでる人にとって自転車って生活の足だもんね。安いし、駐車場もいらないし、最高です。うん。でもね、その手軽さがちょっと落とし穴でもあるの。落とし穴。みんな免許がいらないから乗り物っていう意識が薄いのね。ああ、確かに。歩く延長みたいな感覚かも。そこなの。でも法律の上では自転車は車の仲間なんだよ。車の仲間。自転車が。そう。だから守らなきゃいけないルールもたくさんある。うわー、全然知らずに乗ってました。みんなそうだよ。だからこそ今年の変化が大事なの。今年の変化。さっき言ってた大きく変わったってやつですか？うん。今までは注意されて終わりが多かったのね。はい、私も注意で終わりました。でもこれからはその場でお金を払う仕組みが始まったの。お金。自転車でですか？そう。知らなかったじゃ済まなくなったんだよ。それはちゃんと聞かないとまずいですね。じゃあ最初に一番大事な考え方からいくね。はい、お願いします。自転車はね、法律の言葉で軽車両っていうの。軽車両。軽い車って書くんですか？そう。軽い車の量で軽車両。れっきとした車の仲間なの。へえ、車の仲間だと何が違うんですか？基本車道を走るの。歩道じゃなくてね。私、ずっと歩道を走ってました。多いよね。でもそれ、原則は違反なの。うわ、違反。うん。例外はあるんだけど、それは後でちゃんと話すね。はい。で、その車の仲間っていう前提が今年から重くなったの。重く。2026年の4月1日から自転車に青切符が導入されたの。青切符。青い切符ですか？そう。正式には交通反則通告制度っていうんだけどね。長い。覚えられないです。みんな青切符って呼んでるからそれで大丈夫。青切符って車のやつですよね。前に聞いたことあります。そう。車やバイクにはずっと前からあったの。それが自転車にも来たの。へえ、うわ。じゃあ本当に車と同じ扱いってことですか？扱いは近づいたね。反則金を払えばその場で終わり。終わり。それって逆にいいことじゃないんですか？いい質問。実はね、そこがこの制度の面白いところなの。面白いところ。今までは自転車の違反って赤切符しかなかったの。赤切符。うん。赤切符はね、いきなり裁判所の話になる。裁判所。自転車で。そう。だから警察もそう簡単には切れなかったのね。わあ、重すぎて使えなかったってことですか？その通り。だから結局、口頭で注意して終わりが多かったの。私がそうでした。でしょ？それで、危ない運転がなかなか減らなかったのね。なるほど。注意だけじゃみんな忘れちゃう。そこで、その中間を作ったの。それが青切符。中間。裁判所ほど重くないけど、注意より重い。うまくまとめたね。まさにそれ。ということは、今までより切られやすくなる。そういうこと。ここが一番の変化。なるほど。うわぁ、知らないと怖いですね。でしょ？
だから今日ちゃんと知って帰ってほしいの。はい。ちなみに誰でも対象なんですか？そこ大事。対象は16歳以上の人だよ。16歳。じゃあ高校生も入りますね。入るね。高校生自転車通学多いでしょ。ですよね。多いです。じゃあ16歳より下の子は母校に原則、指導、警告。つまり注意されて終わり。そこは今まで通りなんですね。そう。ただ、危ないことをしていいわけじゃないよ。もちろんです。あとね、ここ勘違いする人が多いんだけど、はい。免許を持ってるかどうかは関係ないの。免許がなくても青切符が来るんですか？来るよ。自転車に免許はいらないでしょ。はい。いらないです。でも青切符は来る。ここ、外国から来た人が特に驚くところ。驚きます。免許がないなら関係ないと思っちゃう。そう思うよね。でも自転車は車の仲間だから。ああ、さっきの話がつながった。つながったね。ここが今日の土台だから覚えといて。覚えました。自転車は車の仲間。うん。じゃあ次は実際いくら払うのか見ていこうか。そこ一番知りたいです。まず一番高いやつからいこうか。一番高い。ドキドキします。自転車に乗りながらスマホを持って使うやつ。ああ。ながらスマホ。そう。これが12,000円。はあ。12,000円。高い。高いでしょ。自転車の反則金の中で断然トップなの。断然。他よりそんなに高いんですか？うん。他はだいたい3,000円から6,000円だから。じゃあ倍ですね。国はよっぽど危ないと思ってるんだ。鋭い。金額って危なさの順番でもあるのね。ああ。値段で危険度がわかるってことか。そういう読み方もできるの。面白いでしょ。面白いです。じゃあ次に、高いのは、踏切。遮断機が降りてるのに入っちゃうやつ。カンカン鳴ってるのに。そうそう。あれが7,000円。ひえ、7,000円。まあ、あれは死にますもんね。本当に。急いでても絶対やめてね。やりません。約束します。で、ここからが日常でよくあるやつ。身近なやつですね。信号無視。これが6,000円。6,000円。赤信号で渡っちゃうやつ。そう、車が来てないとつい行っちゃう人いるでしょ。います。というか、私です。正直でよろしい。でも、6,000円だよ。6,000円あったら、いい晩ご飯が食べられます。でしょ。そう考えると、待とうって気になるよね。なります。ちなみに、点滅してる信号は、お、細かいとこつくね。点滅を無視した場合は5,000円。へえ、少し安いんだ。ちゃんと分けてるんですね。細かく決まってるの。国の本気度がわかるでしょ。わかります。次は何ですか？逆走、道の右側を走っちゃうやつ。あれめちゃくちゃ見ます。多いよね。あれも6,000円。マジか。6,000円。そんなに？そう。正式には、通行区分違反っていうの。通行区分違反。難しい言葉ですね。でも、なんで逆走がそんなに重いんですか？考えてみて、車と自転車が正面から向かい合うでしょ。近づく速さが足し算になる。そう。だから避けられないの。事故が一番大きくなる。怖っ。納得しました。左側を走ります。うん。自転車は左側。これ絶対覚えて。左側。覚えました。あともう一つ6,000円のがあるの。まだあるんですか？横断歩道で渡ろうとしてる歩行者を邪魔しちゃうやつ。歩いてる人の前をシュッと通っちゃう。それ歩行者が一番弱いからね。はい、確かに。自転車にぶつかられたら痛いです。痛いどころか亡くなる人もいるの。そっか。自転車も凶器になり得るんですね。そこなの。そこが分かれば、今日の話は半分終わり。半分。じゃあ残りの半分もしっかり聞きます。うん。次は5,000円と3,000円のグループね。安いから軽いってことですか？軽くはないよ。毎日やってる人が多いって意味。それ、私かもしれない。
じゃあさっき保留にした歩道の話しよっか。待ってました。私、歩道派なので。原則は車道って言ったよね。言いました。でも車道、怖いんですよ。わかる。そこはね、ちゃんと例外があるの。あるんですか？よかった。まず、標識で歩道を走っていいよって書いてあるところ。はい、青い標識ですね。自転車と人が並んでるやつ。それ。あれがあれば、堂々と歩道でいいの。あの標識、意味があったんだ。あとね、13歳未満の子供と70歳以上の人。子供とお年寄りは歩道でいいんですね。そう。あと体の不自由な人もね。なるほど。じゃあ私は、どれにも当てはまらないね。ですよね。でももう一つあるの。これが一番大事。何ですか？車道が危ないとき。工事してたり、車がビュンビュン来たり。それ、私の道です。まさに。でしょ？そういうときは、歩道に上がっていいの。よかった。じゃあ私、違反じゃなかった。ただし、条件があるよ。条件。歩道では、車道寄りをゆっくり走ること。車道より。真ん中じゃなくて、自分が。そう、建物側じゃなくて、車道の側ね。はい。なんでですか？歩く人は、建物側を歩くでしょ？ぶつからないように。ああ、住み分けか。そういうこと。で、ゆっくりっていうのが徐行。徐行。どのくらいですか？すぐ止まれる速さ。歩く人よりちょっと速いくらい。え？それかなり遅いですね。遅いよ。でも歩道は歩く人の場所だから。確かに。で、確かに。お邪魔してる立場ですもんね。いい言い方。それが分かってれば大丈夫。ちなみに、守らなかったら歩道でビュンビュン飛ばすと3000円。3000円。安いけど、痛い。痛いよね。じゃあ次、夜の話。夜。ライトですか？そう、ライトつけないで走るの無灯か。無灯か。ああ、たまにいます。真っ暗な自転車。怖いよね、あれ。5000円。ですね。5000円。まあ当然か。うん。あとね、ライトって自分が見るためだけじゃないの。え？他に何のためですか？相手に自分の存在を知らせるため。ああ、見つけてもらうためか。そう、だから、月が明るいからいらないは違う。おー、納得。つけます。じゃあ次、雨の日に傘どうしてる？片手で持って、片手でハンドルです。うん。それ5000円。え？傘さすだけで。だけじゃないの。片手だとブレーキが片方しかかけられない。前だけとか後ろだけとか。そう。前だけ強くかけるとどうなると思う？前に、つんのめる。正解。すごい。よくわかったね。経験あります。痛かったです。だから傘はレインコートにしてほしいの。レインコート。ダサいけど安全か。5000円払うよりずっといいでしょ。確かに。買います。あと、イヤホンで音楽ガンガン聴くのも同じ5000円。それ毎日やってます。危ないよ。後ろから車が来ても聞こえないでしょ。確かに。で、聞こえないです、全然。でしょ？自転車って耳がすごく大事なの。耳。ミラーがないですもんね。そこ。車と違って後ろは音でしかわからない。うわ。今日から片耳にします。うん、それがいいね。じゃあ最後に2つ。はい。友達と横に並んで走るやつ。やります。喋りながら。あれ、平心って言って3000円。平心。喋っちゃダメなんですか？喋るのはいいの。縦に並んで喋ればいい。ああ、前後ならセーフか。そう。横に広がると車が抜けなくなるから。道を塞いじゃうんですね。そういうこと。で、最後が2人乗り。ああ、後ろに乗せるやつ。それも3000円。でも子供を乗せてるお母さんいっぱいいますよ。あれは違反なんですか？自販じゃないよ。ちゃんと専用の自転車があるの。専用の。うん。子供を乗せていいで作られた自転車ね。ああ、がっしりしてるやつ。そう。あれなら大丈夫。普通の自転車に大人2人はダメ。はい、わかりました。友達を後ろに乗せない。うん。じゃあここまでが
青切符の話。結構ありましたね。でしょ。でもね、もっと重いやつがまだあるの。もっと重い。ここからはね、青切符じゃ済まない話。すまない。お金じゃ終わらないってことですか。そう、さっきの赤切符覚えてる。裁判所のやつ。それ、重い犯は今も赤切符のままなの。うわ、青切符にならない。ならない。国がこれはお金で終わらせないって決めたやつ。うわ、それは相当ですね。一つ目、お酒を飲んで乗るやつ。ああ、飲酒運転。自転車も完全にアウトなの。自転車もですか。そこみんな驚くところ。だって車じゃないし。でも車の仲間でしょ。あ、そうか。今日のキーワード聞いてるね。聞いてます。で、いくらですか。お金じゃないの。3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金。50万円。待って。拘禁刑って捕まるってことですよね。そう、刑務所に入る可能性があるってこと。マジか。自転車で。ここ本当に知らない人が多いの。多いと思います。私も今知りました。でしょ。しかもね、これ乗った人だけじゃないの。他に誰が。お酒を出した人も罰を受けるの。出した人。飲ませたお店とか。そう、あと自転車を貸した人も。貸しただけで。飲んでるって知ってて貸したら同じ重さ。怖っ。うわぁ、厳しい。厳しいでしょ。あとね、後ろに乗ってた人も。乗ってただけの人まで。そう、飲んでる人の自転車に一緒に乗ったらね。うわぁ、つまり周りも巻き込まれる。そういうこと。だから飲んだら押して帰る。押して。乗らないで。押してるなら歩いてる人と同じ扱い。へえ、それなら大丈夫なんだ。大丈夫。覚えといてね。飲んだら押す。飲んだら押す。覚えました。じゃあ2つ目。さっきのながらスマホ。1万2000円のやつ。そう。あれね、実は2段構えなの。はい、2段。ただ持って見てただけなら、青切符で1万2000円。はい。でもそれで危ないことが起きたら、事故とかぶつかりそうになったとか、そうなると刑事罰。うわ、一気に飛ぶんですね。飛ぶの。1年以下の拘禁刑、または30万円以下の罰金。30万円。同じスマホなのに。そう、結果次第でこんなに変わるの。怖いですね。運みたいなもんじゃないですか。鋭い。だからこそ最初からやらないのが一番なの。確かに運にかけるのはバカバカしい。でしょ。ちなみに止まってる時はいいんだよ。そうなんですか。自転車を止めて足をついてみるのはセーフ。それならいいのか。そう、だから地図を見たいなら一回止まる。それだけで1万2000円が消える。いい計算。その通り。止まります、絶対。じゃあ最後に罰がないやつの話をするね。罰がない。じゃあやらなくていいってことですか。そう思うよね。ヘルメットの話。かぶってる人増えましたよね。増えたね。2023年の4月から努力義務になったの。はい、努力義務。努力する義務。そう。変な言葉だよね。義務なのに努力。はい。どっちなんだって思います。意にはね、かぶってください。でも罰金はないってこと。罰金なし。じゃあかぶらなくてもいいのか。法律の上ではね。でも、ちょっと聞いて。はい。自転車の事故で亡くなった人のだいたい半分。頭が原因なの。半分が。だからね、罰金がないから軽いじゃないの。むしろ一番重い。そこ。命に一番近いのに罰がないだけ。うわぁ、それ逆に怖いですね。怖いでしょう。全部の年齢が対象だから大人もね。子供だけじゃないんだ。むしろ大人の方がスピード出るからね。確かに。で、確かに。買います、ヘルメット。
かぶってね。はい。じゃあここまでがルールの話ですね。そう。ここからは自転車を守る話。守る。盗まれないようにですか？そう、自転車どこで買った？近くのお店です。安いやつ。その時防犯登録した。防犯登録。ああ、なんか紙もらった気がします。それ、ピンクとか色付きの紙でしょ？はい。どこかにあります、多分。多分。それ大事だから探しといて。そんなに大事なんですか？大事。防犯登録って、実は義務なの。義務？法律で決まってるんですか？決まってる自転車法っていう法律にね。へえ、知らなかった。任意かと思ってました。みんなそう思ってる。お店の人が勝手にやってくれるからね。確かに。言われるまま、はいはいって。でしょ？でね、ここが面白いんだけど、はい。義務なんだけど罰則がない。またそのパターンですか？気づいた。ヘルメットと同じ。はい。義務だけど、罰はない。そう。日本にはこの形が結構あるの。ややこしいな。ややこしいよね。でも意味はちゃんとあるの。どんな意味ですか？罰で脅すんじゃなくて、やった方が得だから、やってっていう形。得。防犯登録すると得するんですか？するよ、すごく。聞きたいです。まず、盗まれた時。自転車よく盗まれますもんね。多いの。日本で一番多い犯罪の一つ。そんなに？で、防犯登録してると、番号で持ち主がわかる。おお。番号。シールに書いてあるやつ。それ、警察が見つけた時、その番号で紹介するの。で、連絡が来る。来るの。登録してないと、見つかっても戻ってこない。見つかってるのに。誰のかわからないからね。ずっと置き場所に眠ってる。もったいない。でしょ？ 800 円くらいで、それが防げるの。800円。安いですね。安いよ。金額はね、住んでるところで少し違うの。違うんですか600円のところも、700円のところも、800円のところもある。都道府県で違うみたいな。そう、だから自分のところを調べてみてね。はい。ちなみに、1回払えば一生ですか？いい質問。だいたい10年で切れるの。10年。10年。長いような、短いような。そうだね。自転車って10年乗る人もいるでしょ？います。私の実家のやつ、多分20年です。じゃあとっくに切れてるね。切れてます。どうすれば？お店に行ってもう一回登録すればいいの。簡単ですね。何を持っていけば？自転車と身分証、あと前の紙があれば持っていく。自転車ごと行くんですか？行くの。車体の番号を見ないといけないから。はい。フレームに刻んであるやつ。そう。よく知ってるね。自転車好きなので。いいね。あともう一個いいですか？どうぞ。夜警察の人に止められることがあるんですけど。それ最初に言ってたやつだね。はい。あれ、何なんですか？多分、その自転車があなたの確認してるの。疑われてたってことですか？疑うっていうか、確認？盗まれた自転車を探してるから。なるほど。仕事なんですね。そうそう。で、その時に防犯登録があると。すぐ終わる。すぐ終わるの。番号を紹介して、はいどうぞって。登録してないと。長くなるの。どこで買ったの？レシートあるって。うわ、それ時間かかりそう。かかるよ。夜中に15分とか。しんどいでしょ。うわ、しんどいです。特に急いでるとき。でしょ？だから防犯登録は自分のためなの。わかりました。今日紙を探します。偉い。外国から来た人も登録できるんですか？できるよ。身分証があれば大丈夫。おお。税料カードとかでも？大丈夫。名前と住所がわかればいいの。よかった。それなら安心ですね。むしろ外国から来た人ほどやっといた方がいいの。なんでですか？説明が大変でしょ？日本語で買った経緯を全部話すの。うわ、それはきつい。
でしょ？番号一つで済むならその方が楽。納得しました。絶対やります。じゃあ、ここでよくある失敗の話をするね。失敗。友達から自転車をもらうってあるでしょ？あります。帰国する人からもらったり。そう、それ、すごく多いの。はい、みんなやってますよ。捨てるのもったいないし。いいことだよね。でもそのまま乗るとまずいの。え？なんでですか？もらっただけですよ。登録が前の人のままなの。あ、気づいた。つまり番号を紹介すると別の人の名前が出る。その通り。それ、どう見える？うわー、盗んだみたいに見える。そうなの。悪いことしてないのにね。それは困ります、すごく。困るよね。だから、もらうときにやることがあるの。何ですか？まず、前の人に登録を消してもらう。消す。抹消っていうやつですか？そう、抹消。お店か警察署でできるの。ふむ。前の人がやるんですね。うん。自分の名前を外す作業だからね。なるほど。で、その後、自分の名前で新しく登録する。また800円払って、そう。でも、それで完全に自分のものになる。安心料ですね。いい言い方。あとね、もう一つ大事なのがあって、はい。紙をもらうの。この自転車をあげますって書いた紙。え？そんな紙いるんですか？友達なのに。いるの。譲渡証明書って言ってね。うわ、譲渡証明書。硬い名前ですね。硬いよね。でも手書きでいいの。手書き。え？そんなんでいいんですか？いいの。名前と日付と、この自転車を譲りますって書けば。簡単ですね。それだけで。うん。それを持ってお店に行けば登録してくれる。はい、覚えておきます。紙をもらう。うん。特にね、帰国する人からもらうとき、もう連絡取れなくなる。そこ、後から抹消してって頼めないでしょ。頼めないです。海外に帰っちゃったら。だからその場で全部やっとくの。その場で。忘れないうちに。そう、後でやろうが一番危ないの。それ、私の得意技です。みんなそうだよ。中古のお店で買うときは、それは大丈夫。お店がちゃんとやってくれる。プロですもん。うん、危ないのは個人からもらうとき。友達とか、ネットとか。そう、ネットで買うのは特に気をつけてね。はい、なんでですか？顔が見えないでしょ？もし盗品だったら。うわ、買った私が疑われる。そうなの。安いには理由があることもあるからね。怖い。ちゃんとしたお店で買います。うん。それが一番安全。はい。逆に私があげる側の時は、お、いい視点。同じことを逆からやるの。自分で抹消して紙を書いて渡す。完璧。それであなたの責任も終わる。責任。あ、そうか。自分の名前のままだと、気づいた。もしその自転車が事故を起こしたら、私に連絡が来る。来るの。もう持ってないのにね。うわー、それは嫌だ。でしょ？だからあげるときもちゃんとやる。両方大事なんですね。うん。捨てるときも同じだよ。捨てる時も、そう、抹消しないで捨てると、名前が残ったままなの。誰かが拾って乗ったら、あなたの名前が出る。うわー、全部つながってるんですね。じゃあ、もう一つよくある困りごと。はい、駅前にちょっとだけ置く。やります。5分だけ。その5分が命取りなの。5分でも、持ってかれるよ、撤去って言ってね。撤去。ああ、トラックに積まれるやつ。それ見たことある？あります。かわいそうだなーって思って見てました。仕事とじゃないよ。取り返せるんですか？取り返せる。でもお金がいるの。いくらですか？場所によるけど、だいたい2000円から5000円くらい。うわ、安い自転車なら買い直せる。そうなの。だから取りに来ない人がすごく多い。もったいない。でしょ？しかもね、遠いの。遠い。保管場所って大抵町の外れにあるの。うわ、バスで行くのか。そう、往復してお金払って自転車をして帰る。うわ、一日終わりますね、それ。
終わる。だから駐輪場を使ってほしい。駐輪場ってお金かかりますよね。かかるよ。でも1回100円とかだからはい、100円。撤去が2000円なら、 20回分圧倒的に安い。でしょ。あとね、月決めってのもあるの。月決め。月で払うやつですか？そう。毎日使うならそっちが得。いくらくらいですか？場所によるけど1000円台からあるよ。月に1000円。それはいいですね。駅前は人気で待つこともあるけどね。申し込んでみます。それがいい。じゃあ最後の話ね。はい。自転車の保険入ってる。保険。自転車に保険があるんですか？あるの。しかもね、多くのところで義務になってる。また義務。そう、34の都府県で入りなさいって決まってるの。34。ほとんどじゃないですか。多いよね。残りのところも努力してねっていう決まり。はい。それも罰則なしですか？ご名答。罰則はないの。もう分かってきました。パターンが。飲み込みが早い。でもなんで保険がいるんですか？自転車ですよ。そこなの。ちょっと想像してみて。はい。あなたが自転車で人にぶつかったとするでしょ？はい。その人が大きな怪我をしたら、治療費を払う。それだけじゃないの。働けなくなったらその分も。将来の分まで。そう。全部足すと何千万円にもなることがあるの。何千万。自転車で。自転車で。実際にそういう例があるから義務になったの。うわ、そんなの払えないです。払えないよね。だから保険なの。はい。いくらくらいですか、保険？月に100円とか200円とか。そんなに安いんですか？安いの。しかもね、もう入ってる人も多いのよ。どういうことですか？家事の保険とか、スマホの契約とかについてることがあるの。おまけで入ってる。そう。だからまず調べてみて。はい。比重に入ってももったいないですもんね。その通り。よく気づいたね。いや、お金の話は真剣なので。正直。でもなんか腑に落ちました。何が？全部つながってるんだなって。どういうこと？青切符もヘルメットも保険も、全部ぶつかった時のためなんですね。そこに気づいたらもう完璧。自転車って思ってたより重い乗り物でした。いい言葉。まさにそれなの。軽い車って書くのに。うまい。でも責任は軽くないね。はい。今日で乗り方が変わりそうです。じゃあ今日の話を一言でまとめてみようか。一言、難しそう。今日の一番の学びって何だった？知らなかったことが多すぎたことです。でもね、ここが大事なんだけど、はい。警察の人に知りませんでしたって言っても通じない。通じないの。こういう時に使う言葉があってね。はい、聞きたいです。知らなかったでは済まない。知らなかったでは済まない。そう。知らなくても責任は消えませんよって意味。厳しい言葉ですね。厳しいよ。でも大人の世界ではよく使うの。もう一回言ってもらえますか？知らなかったでは済まない。知らなかったでは済まない。済むっていうのはそれで終わるって意味ね。だから済まないは終わらない。そう。そこがわかると応用がつくよ。他にも使えるんですか？使える。例えば仕事でミスしたとき。はい。うっかりでは済まない。うっかりじゃ許されないってことか。そう。あとね、謝るだけじゃ足りないとき。はい。ごめんでは済まない。うわ、強い。強いでしょ。でもよく聞く形なの。はい。ニュースとかで聞いたことある気がします。あるはず。何々では済まないっていう言い方で覚えて。何々では済まない。それでね、今日の自転車の話に戻ると、はい。青切符も防犯登録も保険も全部知らなかったでは済まない。そういうこと。でもね、もう知ったでしょ？知りました。だから今日から大丈夫。そう言われると気が楽です。
じゃあ練習してみようか。はい。一緒に言ってみて。せーの。3、2、1。知らなかったでは済まない。うん、いいね。バッチリ。言えました。皆さんも口に出してみてくださいね。今日は自転車のルールと防犯登録の話でした。重かったです。いろんな意味で。でもね、覚えることは少ないの。そうですか。自転車は車の仲間。左側をゆっくり。飲んだら押す。スマホは止まってから。うん。それだけでほとんど守れる。はい。あ、確かに。シンプルですね。でしょ？あとは登録と保険を確認するだけ。今日家に帰って探します。うん。皆さんも紙を探してみてくださいね。ここまで聞いてくれてありがとうございました。気をつけて楽しく走ってね。